どうもこんにちは。ジムニーおばちゃんのローカルライフです。前回の動画でとってもかっこよくカスタムしているジムニーシエラのオーナーさんに出会ったので撮影させてもらいました。今回はオーナーズーさんのジムニーシエラ後半編はステッカー、エンジンルーム、そして車内ドレスアップなどについて紹介していきます。平日は会社員、休日は大好きなワンちゃんとキャンプをしたりアウトドアをして過ごすことが多いズーさん。そんなライフスタイルに似合ったジムニーシエラを見ていきましょう。それではどうぞよし、じゃあ始めていきます。ズーさん、はい、ズーさんです。今日よろしくお願いします。失礼します。はい、なんだっけな、グレースっていうはい、メーカーグレースのなんかアンティークはい、なんちゃらあ、これかグレースアンティークって書いてありますね。なんか色のバリエーションもいろいろあって、はい、ただ自分車が黒だったからはい。グレーがいいなと。これってこれもついてたんですか？それはまた別で買いました。あ、そうなんですね。小物がちょっと入るんで。ポケットがついてんですね。で、ちょっとクッション製になってるんだ。そうですね。なんかソファーチックな感じですね。はい、ソファーですね。そうか。あれもアピオだな。アピオなんですか、そうこですれ？ね。これも上からかぶせてるみたいな感じなんですね。そうです。挟み込んでつけてるだけなんで、うん付け替えなくていいんですよね。いいっすね。これがおなじみのカーメイト。はい。これ便利ですよね。便利ですね。これも使ってんですね。私もつけてる。これは何なんですか？それはモニターそれは直前直差の一応対策で、カメラの映像が車高上げてるから。はい。シフトノブですかね。谷口製の。これ谷口のなんですか？40ミリロング。かっこいいですね。かっこいいですよね。うん。それなんかいろいろ色のバリエーション変えられるみたいで。そうなんですか？自分で。シルバーにしましたけど。ハンドル丸ごと付け替えてる。そうなんだ。丸ごとっていうか、ここか。はい。ここは残るんで。これなんすか？それはサンバイザー。こんなのあるんだ。サングラスするのめんどくさいんで。これはい。があると太陽が照ってても西日が入っても大丈夫ですね。使えますこれ？かなり役に立ちます。そうですか？ただもっと広いのがあるんですけど、そっちの方にした方がいいと思います。案外その枠はみ出て光入ってくるんで。こんなんなんだ、知らなかった。サングラスいらないです。それあれいいですね。サングラスだって取り出してつけるのね、ちょっと手間ですもんね。ただサングラスつけてるとなんか気取ってる感じがあるんで、あんまサングラスって好きじゃないそっか。あとはそのミラー、はい。ミラー。ドライブレコーダー付きのミラーですね。そうなんすか？はい。それもどっかの中国製ですね。じゃあここに映像みたいに出るんですか？そうですね。エンジンかけると後ろの映像が出ますね。マットもじゃあ自分で買った純正じゃないですもんね。そうですね。純正で買ったんだけど、買っちゃいました。買っちゃった？純正で買えたんですか？これ純正のやつ。一応これもオプションで付けたやつか。そうなんですね。シエラって入ってんだ、純正って。だけど二重にしたんですか？そうですね。なんかこうせっかく買ったからもったいなくて重ねてます。すげえ。これもカーメイトか。同じようなのつけてますよね。そうですね。それにこれもカーメイトで一緒にこれ用のネットですね。これ何なんですか？これは車中泊用に買ったマットですね。マット。エアマット。エアマットいいっすね。一応安物ですけど、どっかのブランドですけど、引くやつ？牽引の。でオレンジのはこれのバンドですね。荷物積んだ時とかに固定用の。こんな太いんですね、バンドって。みんなああいう
ラチェットでカチャッカチャッカチャっていうのはよくあるんですけど、これマジックテープだから楽なんですよ。あ、なるほど。これはどっかのラクマで売ってた、あ、売ってたんですか、これも。あ、これはあんま気にしないでください。なんですか。これテーブルクロスあっただけ。あ、そうなんですか。犬がこう後ろスモークかいたらもう傷ついちゃうなと。あ、そっかそっかそっか。あとこれか。これみんな持ってますよね。あ、これね、やってますよすね。ぐに配線むき出しなんですもんね。あ、これ。あ、それなんですか。スロットルコントローラー。スロットルコントローラー。はい。まあスロコンってみんな言ってる。あ、はいはい。これもハイブリッジファーストで、なんかスロコン自分も初めてだったんで、なんか踏んでる感じが気持ち悪いから、はい、少しでもなんかトルク上げたいなと思って、はい、これ、あ、はい、VSD アルファ、あ、これ点火プラグの方にこっちに関わる部品なんですけど、はい、車って普段12ボルトなんですけど、それを16に変換して、まあ結果的にトルクが上がるんですよね。プラスこの純正のエアフィルター、はい、エアクリーナーかをこのブランドにしてます。 K&N。 空気の吸い込みが、まあ、純正よりは良くなるんです、あとこれオカルトですね。アルミテープ。どういうことですか。これトヨタのも認めてるんですけど、こういうのを貼ることによって除電になって、まあ、性能がいろんなとこ増すんですよね。例えばボディに貼るとなんかその除電してくれるから、静電気って風の抵抗が起きちゃうんですけど、それを抜くことによって風の通りが良くなったり、直進性が良くなったりとか、まあいろんなとこにつけてそれぞれ用途は違うんですけど、なんかいろんなところに貼ってます。あ、本当だ本当だ本当だ。まあキャンプでのメーカーなんですけど、スノーピークとか、これはノースフェイス風のザ・ドッグインカー。かわいい。今日ワンちゃんいないんですか。今日は連れてきたりするラブラドールですからね。2匹。2匹？大変です。2匹乗ってるんですか。じゃあ普段。一応普段はここに。うわ、すごい。ハウスを2つ後ろに積んで入れますけど。入るんだ。2匹も飼ってんだ。楽しいです。毎日。本当に好きなんですね。まあステッカーに特にこだわりはないですか。一応まあキャンプメーカーとかですかね。これテントマークとか、まあ自分が買ったキャンプの用品について、アウトクラスカードさんのステッカー。これだけで1100円します。マジ？ちゃんとしたノースペースがここに。まあもともとキャンプしたいなと思って、車買おうかなと思ってジムになったんですよね。そうなんですか。キャンプしたいなと思って。で見てるうちにオフロードも行きたいなって思っちゃって、ある程度オフロードもできるような仕様に、それでしたんですよね。いや、ジムに行って面白いですよね。面白い。カスタムし放題ですね。し放題。ありがとうございました。ズーさんでした。ありがとうございます。チャンネル登録ぜひジムにおばちゃんローカルライフよろしくお願いします。言わせてないですよ。ありがとうございます。最後にズーさんのドローンで撮影してもらいました。ズーさんのほのぼのキャラもジムニーシエラも最高でした。撮影にご協力いただいて本当にありがとうございます。そうそう、ジムニーシエラの納期ですが、ズーさんの場合8ヶ月で納車されたと言ってました。64に比べると少し短くなるんですかね。どうなんだろう。そしてズーさんのカスタムパーツについてですが、チャンネルの概要欄に詳細のリンクを貼ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。またねー。